X カディスを巻きます。抜け殻を引きずったトビケラを模しています。トビケラの毛張りとしてエルクヘアカディスの影に隠れがちですが、同じくらいよく釣れる毛張りです。形としてはエルクヘアカディスからハックルを抜いて抜け殻をつけた構成です。使うマテリアルはウィング材とダビング材の2つです。今回はスレッドがとても大事です。強いテンションをかけるので切れにくいものを使います。これはセンパーフライナノシルク50デニールというもの。一般的に GSP と呼ばれるものです。フックに瞬間接着剤を少量乗せます。GSP は滑るのでそれの滑り止めです。フックは TMC100 バーブレス14番です。1個分開けて巻き始めます。フックシャンク真ん中ほどまで来たらスレッドをカット。GSP のカットにはカッターやカミソリの刃を使います。ハサミを使うとハサミの寿命を縮めます。これはエゾシカです。こちらから抜け殻の素材とウィング材を採取します。一定量を切り出しました。量は多めです。これは100均に売っている眉毛用のブラシです。こちらを使ってアンダーファーを取ります。根元に向かって櫛をかけてやる。そうするとこのようなアンダーファーが取れます。こちらを抜け殻の素材として使用します。この段階でディアヘアはある程度下処理をしてしまいます。先端を指で持って根元側に引き抜いてやります。そうするとこのようなウェーブのかかった毛や短い毛が取れます。このような毛はスタッキングするときに先端が揃うのを阻害しますので、こちらを除去していきます。後でまた丁寧にスタッキングしますので、この段階では大雑把に取る感じでいいと思います。ある程度取ったらスタッカーに入れて保留しておきます。ディアヘアのアンダーファー。長いディアヘアを抜いてふわふわの部分だけにします。つまんで引っ張ってと繰り返します。こうすると繊維の長さと方向が揃います。何もしないでフックに取り付けるとアンダーファーがダマになっていますので、フックに固定されている部分とフックから浮いている部分ができてしまって、指で触った時にごそっと抜けてしまう場合があります。繊維の方向を揃えることで一定量きちんとフックに留まるようになります。一般的に抜け殻の素材にはアントロンやジーロンといったものを使うことが多いんですが、今日本だと両方とも手に入りづらいです。ですのでディアヘアのアンダーファー使うのは代用品としてはとてもいいと思います。濡れると非常に透明感が出てとてもナチュラルです。フックに巻き留めます。フックの真上に乗せるつもりで。ずれていったらスレッドを回転させて調節してください。1個分開けた位置まで戻ってきたら余りをカット。弁の側まで巻き戻します。ボディを作ります。ボディはダビング材。今回はオリーブです。オリーブ以外だとシナモンあたりが私は好みです。あとはフェザントテールなんかも結構好きですね。それでなぜ X カディスなのかという話なんですが、マテリアルが手に入らなくなってきているからという理由です。例えばエルクヘアカディスに使うエルクヘア、こちらは輸入が難しくなってきています。そしてハックルは高騰して手が出しづらい価格になっています。
X カディスはハックルを使用していませんし、ウィングもエゾシカであれば今後も国内の流通が見込めると思います。そういった意味ではタイイングはまずエルクヘアカディスからというのを少し見直して X カディスを巻いてみるというのも一つの手かなと思います。i1 個分開けた位置までボディを作りました。リアヘアをスタッキングします。確認してみましょう。1回では揃わないと思います。取り出してみて先端が揃わなかったらもう一度先端部分を掴んで根元側に引き抜いてやります。やっぱりまだ短い毛が取れます。これを何度か繰り返してリアヘアをスタッキングして揃えてやります。数回スタッキングしました。先端の黒い部分が揃うぐらいまでスタッキングすると綺麗なウィングに仕上がります。リアヘアを取り出しました。右手に持ち替えます。リアヘアの長さを測ります。親指の爪をフックの愛に当てて、黒い先端がフックのベンドにかかるあたり、これぐらいを目安にします。親指の爪同士を当てて右手に持ち替えます。親指の爪をガイドにしてリアヘアの先端を切り落とします。この状態でフックに巻き留めます。リアヘアの先端がフックの愛の穴の真上に来るぐらいを目安に巻き留めます。スレッドを真上に引き上げて指で持ちます。リアヘアを一周軽く締め込んで、もう一度指で持ってもう一周。この状態でスレッドを真上に引き上げます。リアヘアが止まりました。少しスレッドを戻してやって手前に絞ってスレッドを締め込みます。いいと思います。フレアした先端の間にスレッドを通していきます。ヘッドをウィング側に起こすようなつもりでやると綺麗にいきます。この間をスレッドを通していきます。1周、2周、3周巻き留めます。ウィップフィニッシュ。リアヘアがフックの真上に乗っているか確認します。いいと思いますね。フックの下側にリアヘアが出ていたらハサミでカットしてください。大まかに揃ったら下からヘッドセメントを入れてやります。GSP は滑るのでヘッドセメントや瞬間接着剤できちんと固定してやってください。抜け殻の量は指で引っ張るとちぎれますので、これで調節してください。あんまり少なくすると今度釣っているうちにどんどん少なくなってきて最終的になくなってしまいますので、減らすのはほどほどに。X カディスです。サイズは14前後が中心になると思います。少ないマテリアルで製作できて効果的ですので、カディスのタイイング入門に最適だと思います。